どっかは嫌なポイントあると思うけど、選挙は言っといた方がいいんじゃないですか？いろんな意味でね。はいどうも、占い師の水森太陽です。今日も元気です。はい、今週も占いと時事、やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということでございまして、先週はね、いつもよりまた再生数がぐっと。そうね、参院選近いしみんなね、やっぱりちょっと気になってんじゃないかなとは思いますけど。はい。ということでございまして、今週もやっていければと思いますので。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日収録日が2025年7月15日でございます。はい。特に問題なければ木曜日、17日にアップ予定でございます。まず1本目でございますけれども、こちらはエンタメのニュースでございます。はい。映画、国宝。はい。はい、これが今大ヒット。見に行きました。あ、見に行かれましたか？はい。興行収入56億円突破。マジか。公開から6週目なんですけども、勢いは衰えて。いや、けどわかるよ。俺もう一回見に行きたいもん。本当だよ。僕まだちょっと見に行ってないんですよ。いいっすよ。しみじみ言われる。なるほど。まあ1年半の猛特訓で歌舞伎を習得した吉沢亮さんや、横浜流星さんらの熱演など、完成度の高さが評価された形になったのではないかということでございまして、やっぱりここは気になってくるのはこのお二方の運勢ということなんですけども。吉沢さん前見たよね。はい。朝ドラのね、バケバケの方でね、ご出演がされるってことで、決まった時に占っていただいたんですけども、まあ今年が、集大成っぽくなるような年でしたよ、吉沢さんは、そもそもが。まさにそんな感じだったよ、映画。すごかったよ。なるほどね。だからまさしく本当に、いわゆる若い時代の俳優としての、ある種ちょっと、ぐっと集大成。だって、ババンババンバンバンパイアも、だって今でしょ？そうです。1位、2位みたいだよ。ワン、ツー。そう。すごいですね。だから、確かになって、だから、国宝取っといて、ババンババンバンバンパイア、取り始めくらいでしょ？多分あの事件って。あれね。取っちゃいけないやつか。ね。そう。だから、それはなんかおかしくなるわな、くらいの国宝とか見たけど、なんか、そんな両極端のやってたら、なんかお酒入ったらちょっと間違えちゃうかもなっていうふうに思いました。僕はね。相当ストレスかかってたのかな。ストレスっていうかなんかまあ、すごいよね。プレッシャーというか、まあいろいろあったでしょうからね。まあでも本当に、まあそういう意味では吉沢さん本当に今年の良い運勢を体現してらっしゃるということだと思いますけども、横浜流星さん。流星さんね。私も調べてて、あ、そういえば本名だったなっていう俳優としてご活躍されてらっしゃるわけでございますけど。はい。この人前から吉沢さんってずっと役者やってきそうだみたいな、どんどんこれから良くなってくんじゃないかっていうような感じに言ってたじゃない。まだまだ40代以降期待だよみたいな感じでさ。同じで、まあ50代以降、47くらいからかな。ずーっと多分出ていく人だと思うんです。横浜さんもで、もっともっと活躍する時期っていうのも中高年の時っていう刑事ものでもやるのかわかんないけど、活躍する人ですよ。で、今年特にいい。なるほどね。まあ今年ね、大河ドラマのべらぼうにもね。そうだよね。いいね、なんか、流星くんも、吉沢くんもなんか、ザ芸能界っていう感じでね。いや、ほんときっちり成し遂げて、しっかり成果を出してっていう。そう。この二人を売るぞっていう裏の大人たちのさ、なんかミッションみたいなのをさ、ちょっと感じて美しいなって思う。一生懸命頑張ったんでしょうね。エンターテインメントだなっていう感じですね。いや、でも本当に今年ね、この国宝もね、ご活躍ですし、バケバケ、べらぼうもね、本当に注目でございますね。さあ続きましてはですね、これはもう外せません。はい。参院選でございます。今週末だ。20日がですね、投票日ということになっております。ただ、期日前投票がね、もうすでに始まっておりまして、前回2022年、2年3年ぐらいからですね、比べますと、現時点ですね、210万人以上ですね、期日前投票増えてるということなので。いい結果だね。ね、皆さんもぜひね、投票行きましょうというところでございますが、そんな参院選に向けたですね、話題が様々ございますので、ちょっとそちらをピックアップしていければと思いますけども、まずは、まあちょっとエンタメっぽい話題から、YouTuber のヒカルさんがですね、X で、僕は選挙に行ったことがありませんと。なかったんだね。そうだ。だからもう、そんな自分一人が行ったところで無意味なんじゃないかと、ずっと思ってたけども、今もう自分はもう影響力を持ってしまったと。そんな中僕が言えることは、みんな選挙に行けというふうに、まあ強く選挙に行くことをですね、進める、そういうツイートがですね、大変反響を呼びまして、5万件を超えるいいねがついて。まあ行った方がいいもんね。ね、本当にね、やっぱりヒカルさんね、それまで行ったことがなかった人でもやっぱり、いや、これは行くべきだというふうに思ってらっしゃるということなんでしょうね。きっとね。というところも話題になっておりました。そして、そんな、まあ選挙に行きましょうというすごい前向きな発言が話題になってるかと思えば、一方で、小泉進次郎、農水省大臣、農水大臣、陳発言連発。ということでございまして。進次郎さん前俺占ってるよね。はい、そうですね。はい、そんな進次郎さんでございますけれども、ツイッターとかでですね、X の方でですね、選挙の時は移動中に新聞を読むのが日課。
新聞は紙で読むのが好きなんだよな。SDGs っていうのがありまして、みたいな感じのリプライがこう、飛んできてて。あ、そう、確かに彼からね、袋代がかかるようになったりとかいろいろあったよね。そう。環境大臣の時。そう、それをあなたが言いますかっていう発言ですとか、あと7月5日の参院選の、応援演説で、少なくとも我々が一番マシです。これ1回だけならまだしも、9日の千葉の方の応援演説でも、うちが一番マシだってまた言ったらしくて。なんだろう、マシっていうことは、どっちもどっちというか、なんか、悪い中でもまだマシでしょうっていう自覚あるっていうことですかね。なんかすごいね、面白い目立ち方するよね。だから、前回占ってるかもしれないけど、今悪目立ちの運ですよ。じゃあまさしくというか。特に。だから、来月くらいは結構運いいですよ。多分、進次郎さんは。あ、8月になってから。8月の8日あたりからいいんじゃないっていう感じで、それの前、今月は、だから悪目立ちの時期なんで、インプレッション取れるよね。俺もなんかで見てよ、それ。面白いよね。本当に。そんな感じの発言がやっぱりちょっと目立っちゃうっていう。でもそういう意味で言ったらなんか変になんかこう、そんな発言どうなんだって強くつつかれるまではいかないんですよね。だから。なんか面白いよね。だけど、もともと悪目立っちゃうような人なんですよ。なるほどね。で、その人がさらに悪目立っちゃうようなのが、6月、7月、5月もそうか。5月、5、6、7だから確かにずっとそんな感じですよね。変わらずそんな感じかなっていう気がしますね。そんな、ちょっと面白発言と言いますかね、変わった発言が目立つかと思えば、石破首相でございますけども、舐められてたまるか。ああ、それは目立っちゃダメ。ね。この日、千葉県船橋市の街頭演説で、日米関税交渉について、国益をかけた戦いだ、舐められてたまるかと述べて、安易に妥協しない姿勢を強調したんですけども、これがやっぱりちょっと、その発言はちょっとどうなんだということで。喧嘩売ってるのと一緒だよね。僕けど、だから、物心ついたのが中曽根さんの頃なんですよ。はいはいはい。だから、4歳とか5歳なんだけど、その頃から見ても、なかなかアメリカに喧嘩売りすぎな発言には思うけどね。一応ね、翌日のテレビの BS 富士の番組の方では、いや、アメリカ依存からもっと自立するように努力しなければならないということですよというふうに釈明はしてるんですけども、ちょっと。関税交渉で交渉相手に舐められてたまるかはいいんだろうか。なんか、なかなか、そっか。なんか、民主党政権の時も似たようなのあったけど、っていう感じか。それにしてもすごいね、っては思いますね。なかなかちょっと力強すぎる発言かなというところでは石破さんもほら、占ってるじゃない、要は、土曜期間に入るまでは、運勢はギリギリいいかくらいなんですよ。だからもう選挙はギリギリちょっとあれなんだけど、19日か。だから期日前投票まではそこまで悪くないのかなわかんないけど、運勢的にはだからもう、そっからはダメだから、今回までのっていう感じはやっぱしちゃうよね。選挙にもどういう影響を及ぼすかっていうところではございますね、本当にね。アメリカに舐められてたまるかなんて言っちゃってるところではございますけども、そんなアメリカさん、もうなかなかですね、結構大変なことになっております。アメリカの方からですね、台湾有事が起きた際に日本の関与を要求するような発言があったと。なるほどな。だから、そういうの水面下で、浴びてるからつい出ちゃったのかな。いや、なんでしょうね。だって、中国寄りって言われてるよね。そうですね。本人は否定するかもしれないけど、そういう風に岩屋さんとか石破さんって見られてるっていうのはよく見ますよね。このニュースとしてはイギリスのフィナンシャルタイムズというね、ところが、経済系のところが、この日経みたいなもんだよね。ですね。が、アメリカ国防総省ナンバー3のコルビー政策担当次官が、その台湾をめぐって中国と軍事衝突した場合を想定して、日本と、それからオーストラリアの方の防衛当局に対しても、いや、どういう役割を担うかを明確化してくれよというふうな要求をしたという報道があったという。ございますから、やっぱりちょっとそのお互いのその国の立場というか、ショーザフラッグって感じだよね。なかなかちょっとね、っていうところもありつつ、やっぱりアメリカと中国緊迫が起きてんだろうなっていうのはもう一個ニュースございまして、アメリカが中国による農地購入を禁止。ロリンズアメリカ農務長官が8日、国家安全保障上の懸念から中国だとか、ロシア、イラン、北朝鮮、そういった国々によるアメリカの農地購入を禁止すると。確かにね。そう、だから、なんで農地それ買ってるかっていう思惑はわかんないですけども、軍とかの関係するような場所の近くとかが結構買われちゃってたりとかっていうのもあって、これを大統領権限でもうすでに回収していくぞっていうような流れもすでに決まってるというところだそうでございますので、やっぱりちょっとこの米中対立といいますか、極まってるところもあるのかなと。そうね。だから、アメリカファーストっていう感じだよね。そうですね。もうずっとそれこそ、マガ運動ですか。そう。ね、ずっとやってますもんね。で、
けど、イスラエル・イラン戦争、ほら、今停戦してるけど、あったというか先月までやってたじゃないですか。はい、あの時もほら、イランの中にドローンが入っててってあったじゃないですか。ありましたね。だから軍関係の施設のところに、その大量にドローンとかあったら怖いよね。ちょっといくらなんでもって話になりますもんね。で、なんだろうな、その、ドローン戦になってくると思うんですよ、これからね。で、それで言ったら日本も相当買われてるんだよ。そうなんですか？そう、日本も買われてるよ。だから、それはまあね、賛成と伸びるよね。そうなんですよ。賛成とね、さっきアメリカファーストなんていう話もありましたけれども、日本人ファーストを掲げております参政党選、先週も取り上げましたけども、未だ勢いは止まりません。NHK の調査では30代で支持率トップ、そして産経新聞では30代、40代でトップという風な調査もあるということでございますから、まだまだ本当伸びてる。ネットを見てる世代でね、特に男性層に人気なんだよね。ですね。ただ一方で、やっぱりね、日本人ファーストって掲げてることで、ちょっとそれどうなのという批判もたくさん集まってると。批評家の東博樹さん。僕もちょっとツイッター好きで追っかけてるんですけど、排外主義が伸びてるのは事実だよねと。でもやっぱ排外主義は良くないよねっていうところでやっぱちょっと考えなきゃいけないんじゃないのというような。そうだね。ライブ配信ちらっと見ましたよ。参政党は、には全然賛成しないみたいに言ってましたよね。ですね。神谷宗平さんのね、やっぱりちょっと発言の部分でもちょっといろいろと、これどうなのみたいなね、批評とかもかなってました。どっちかっていうと、排外主義まで言ってるかな、くらいの感じはしますけどね。そこまでかな。要は、だって軍関係の施設の近くに土地買われたら、やっぱ嫌でしょ？嫌というか危ない感じがしますよ。確かに。そういうのとか、農地とかガンガン買い占められて、だから、それも資本主義の論理からどうなんだっていうのはあるけど、日本企業じゃなくて、海外の株主が多い会社さんが、なんか株主とかなっちゃうと、日本人が低賃金で働かされることになるよ、みたいなことがあったりするじゃないですか。これはね、他の国とのね、バランスっていうところで言うと、そういうこともないとは言えないですもんね。もう実際そうなってると思うよ。だから、それが結構苦しいって思ってる人からすると、なんかいろいろ言いたいところはあって、それが集約されてるわけだよね。なるほどね。だからこその日本人ファーストっていう言葉で、やっぱり人気を集めてるっていうのはそういう部分が出てくると。あると思いますよ。僕、この前ほら、吉野さん取り上げたでしょ？日本精神科医だっけ？もともと参政党にいた人の、それの動画に元国連理事の大野さんっていうのが出てたんですよ。で、その方が言うには、中国はあと7年くらいで中国人5000万人くらい送り込むとかおっしゃってるみたいで。5000万人日本にですか？そう、だから移民の CM とか本当に打ってるみたいなんだよ。日本に行きませんかって、ほら、医療費3割負担で済みますよとか、子供の、なんていうのか、妊娠検査もタダだよとか、なんかそういう CM があるらしいんだよね。検索すれば出てくるんですかね？出てきてみて、いや、フェイクかなと思ったけど、いや、ちょっとゾッとするよね。本当だとしたらちょっと怖いですね。だから、5000万人っていうね。今、だって日本って超過死亡どんどん増えてるんだよね。そうみたいですね。そう。で、いっぱい結構、なんか亡くなられる人っていうのが増えていて、そんな中でごそっと入ってきたりしたらさ。ちょっとね、なかなかそれでいいのっていうところはありますよね。別にね、そのね、中国の方でも仲良くできるんだったらそれは、それに越したことはないですけど。だから、制度はやっぱ整えた方がいいよね。で、だから、その大野さんが言うには、なんか、大臣なんかも行って、どんどん来てくださいみたいな CM 出てるっていう話で、俺それは確認してないからよくわかんないんだけど。大臣って日本のですか？かな？なんかそういう感じらしいよ。いや、本当かよ、とは思うけど、いろんな話聞くじゃない。今って自民の左派が政権取ってるんだよね。で、だから野田さんと立憲の石破さんは考え近いって言うじゃない。確かに。今、川口のクルドの問題がね、ピックアップされてるけど、どちらかというと、大阪の方が中国っていうことにフォーカス当てると、移民は推進されてるように、イメージとしてはあるよね。なんかいろんなニュースがね。イメージとしてはね。イメージとしては。だし、公明さんとかも、どっちかっていうと結構中国と仲いいですよね。これ怖い話してる。してない。だけど、いや、要はさ、いろんな正義があって、戦争したくないから、いっぱい同胞を殺さないだろうっていう、人質的な理屈とかもあるんじゃないかとは思うんですよ。なるほど、そういうバランス調整というか、すごいですね。なるほどな。だけど、それで、だから、中から壊していくじゃないけど、ある意味もう始まってるというかさ。なるほどね、実際に武器を介した戦争じゃなくって、なんかそういった違う形でのちょっと戦争っぽい感じがしますね。で、
その方が直接戦争で人が死ななくて済むんじゃないかって思ってるかもしれないから、ある意味正義なのかもしれないよ。なるほどね。僕は微妙だなと思ってる、正直ね。僕もちょっとそういう本当にそうだったとしても、もっと違う方法があるんだったら取りたいよなと思うんですよね。アメリカに対して舐められてたまるかって言ってるわけでしょ。おやおや。おやおやだよね。だからもっかしたら台湾有事行けよみたいに圧力かけられてて、つい出てきちゃったんかもしれないし、いろんな人のいろんな考え方があると思うんですよ。で、そうなってちょっとアメリカとしては日本ってほら不沈空母って言われてたくらい重要な拠点だったわけですよ。だからそれを考えるとトランプ政権共和党系でしょ。どっちかっていうとアメリカの民主党系の方が中国さんと仲良かったような気がするので、その中で話がついてていろいろだったかもしれないと。今トランプさんになっていますってなった時に日本の扱いっていうのはなかなか微妙なところでさ。なるほどね。確かにどっちのどういうポジションなのみたいな。だから割と風としては旋風起こってるところに来てたりするかなとかは思うけどね。なるほどね。だけど結局さ、選挙に行ってじゃあそこが伸びたとするじゃないですか。今のアメリカが応援してるところが伸びたとしますと、別に国民民主でも参政党でもそういうところ伸びそうなほどはあるよね。で伸びてそれが民意だったとしても自民と公明と立憲とかがくっついたりとか、全然そういうことも話は今上がってるじゃないですか。そうなるとじゃあ移民がたくさん来るのかしらとかわかんないよね。だから30代40代働き盛りの人だよね。伸びてるわけでしょ。それは多分このままだとさすがに危ないんじゃないって思ってて調べてパッとそれにピタッとした意見を言ってるのが参政党さんだったりするからこういう勢いなのかなとは思いますよ。単純にただ排外主義とか、そういうことだけじゃなくってそういう様々な要素が絡み合っての現状じゃない。だから東さんなんかはちらっと見ただけだけど、やっぱり日本ってそもそも移民の国じゃんみたいな。移民というかだから根血すごいんですよ日本って。多分これも歴史なツッコミ入りそうだからあれなんだけど、僕的にはだから大陸に行って帰ってきてると思ってるんだけど、結構混ざっているというか、いろんな交易があったというか根血が進んでるわけですよ。古代渡来人みたいな形で進んでたりするから、全然そこは寛容な日本の文化っていうのは僕はいいことだとは思うんですよ。だけど行き過ぎた感じの、要は不法移民とか良くないよねとかさ、不法移民を呼んじゃうような今の技能実習生制度とかいろいろあるじゃない。そういうの良くないよねとか、別に成績に基づいてだったらいいけど日本人からは金利取って奨学金なのかで無償なのね、海外の人は無償なのかとかいろんな問題があるじゃないですか。それを見直そうって言ってるところが伸びちゃうのは当たり前っちゃ当たり前だよねと思うけどね。そうですよね。なかなかやっぱりこの国に住んでるこの国のやっぱり人っていうところのやっぱり意識は当然あるでしょうし、税金も払ってるし、保険料だって払ってるしみたいなところはやっぱりあるでしょうからね。でそこにただ乗りされるのはたまったもんじゃないよっていうのは割と普通の意見っちゃ普通の意見だと思うんですよ。で、それを排外主義とまで言うかとかは思うけどね。差別とかね、そういうのは本当良くないとは思いますけど。地球市民っていうことなんかな。地球市民。でもそれで言ったらだいぶ日本はね、グローバルな、いろんな、それこそ国のね、ことを受け入れてやってきたっていうところありますけどね。いやー、足りないんじゃないですか。まだまだ、どこまでいけばいいんでしょうね。地球教信者以外は認めませんみたいな。怖い。地球市民にならない限りは認めませんっていう話なんかもしれないけど、だからこんな感じになってんだろうなとは思って見てますけどね。なかなかね、いろんな選択がありますし、いろんなお立場の方もいらっしゃいますけども、お互いね、本当にいい選択をしていければと思います。だからもう消去法で、どっかは嫌なポイントあると思うけど、選挙は言っといた方がいいんじゃないですか、いろんな意味でね。そうですね。本当にヒカルさんがね、本当に選挙全然興味なかったけども、今は行けと言うぞと言ってるぐらいですから。運勢言った神谷さんは今月いいですよ、やっぱり。やっぱそうなんですね。そう。牧さん悪くないくらい。だから、そこら辺伸びてるし、時流と合わせていくとそうだなと思います。というわけでございまして、今回はね、エンタメとしては国宝のお話と、あとはもう参院選絡みで、国内外の様々なちょっとお話させていただきましたけれども、まずは何においてもね、20日は参議院議員選挙と、ございますので、ぜひとも皆様期日前投票、そして当日のね、投票と合わせて、ぜひとも選挙、投票行きましょうということで、
よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そして皆様の清きチャンネル登録の一押し。ぜひ、ぜひ、コメントも嬉しいです。はい、コメントもぜひ、それから評価の方もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。で本当にね、再生数回れば引き続き続けていければと思っておりますけれども、そうじゃないと、予言だけでいいかな、みたいな。まあ、それでもいいのかもしれないけどね。なかなかね。どうなんだろう。もうちょっとやってみますよ。なんでね、ぜひともちょっとご縁のほどよろしくお願いいたします。というわけでございまして、また次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。はい、またね。